こんにちは。アニメ紳士です。今回は姫様拷問の時間です。第3話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。姫様、拷問されてる方が幸せなんじゃ。ここ東京だったのか。浦安だよ。これ姫様の前でこの2人の女の子にガチな拷問仕掛ければ何でも話すのでは。がっつりお土産買ってる。東京言うたぞ。ふさ、これ魔界の方が人間界より栄えてるだろう。養生を出しに使うとはひれつきはあまりない。なんだ天使か。姫様、外せるのかい。出しかせしょっちゅう外してるな。すぐ自由になる。自分で外せんのかよ。姫様なら鉄球外さなくてもできそう。なんで戦争してるんだろう。おかしい。魔王の娘に危害が加えられたらまずいはずなのに。いつまで経ってんだよお前。こいつもいつ動くんだよ。このワンパターンでよくこれだけネタを思いつくもんだわ。感動した。てか姫様の過去回想の方が割と不遇な目に遭ってませんかね。おじやん。ひど。決して悪くは言わない姫様。アルビンさんもこんな感じか。お姫様は女の子だけの1000倍特許じゃねえんだぜ。顔と声のギャップ。声と顔が釣り合ってなさすぎる。すっごいイケボなのに。まあアルビンさんもこんな感じだし。魔王さんの顔でもそんなに悪い顔じゃないと思うけどな。イケボが台無し。無理だった。生理的に無理だ。ワンブレイバーオーツ。オノディの熱演も笑える。おっさん。あと少しだったのに。おっさんだけ帰還しちゃった。アテリーか。姫はおじさんでもいけるんだな。栄唱長いな。ゴンベンに長いと書いて栄唱の栄。話さないパターン初めてだったけど綺麗。誰も気づいていなかったのである。結構すごかったんだな第一男と柿師さん。4本目はかなり攻めたネタだったな。これだけのネタがこれからも続くならすげえな。3話なのに全く勢い落ちなくて確実に完走できそうだわ。おっぱい触るのはわざとなのか偶然なのかどっちなの。使える情報渡しでも無駄にしてるじゃねえか。時々有用な情報あるよ。魔王、日曜アニメ見るから無理だ。このワンパターンでここまで面白く作れるって割とすごい。すごくない？メイク落として寝る前にパックしてるところを呼び出すとかひどい。いくら有用な情報をあげても上がそれを活用できない。まるで旧日本軍のようだ。栄唱長いんよ。俺にそっくりのおっさんでなんだか変な気持ちだわ。よく見る頭を割と違うだろう。声だけイケボでも結構モテたりするんだよな。声は文句なくかっこいい。声は間違いなくかっこいいよ。気持ち悪いけど。ブサイクは無断で女の子のおまるパイを触ることすら許されないのか。ほんと生きにくい世の中だよ。イケメンでも逮捕です。捕虜の時と鎧の時とで身長から体型違ってる気がする。辛い拷問のせいで体型が。シークレットブーツ履いてるかもな。友達に待ってる言われたらしょうがないね。姫自ら陣頭に立ってた王国より余裕ありそうだな魔族。ランドより C なの。 C はお酒飲めるから大人はそっちがいいんだろう。 C の火山のやついいよ。火山のやつ。シーナ、開園初期に行ったっきりだな。でもこれで姫様が脱出できて国に帰ったら友達はいないし機密漏洩しまくって反逆者として処刑されちゃうんだよね。これ不憫なのは姫様王国でろくに自由もなく友達もおらんかったことだよね。見習いなのに肩書きおかしいだろ。毒好きそうな名前。上級なのか見習いなのか。足かせ外すなよ。外した。しかも自分で。自分で外せるってドリフかよ。チャイナドレスエッジだ。バカかを言うな。ジーヤさんが唯一甘やかしてくれる。便利は焼酎。小籠包食いたい。後でコンビニ行くか。日夜さしゃあない。 SAO みたいな消え方。帰る気はあったのか。姫様もうこれ裏切り者だろう。やはり食べ物に勝る拷問はないな。バカ顔マックスにもなろうというもの。小籠包の正しい食べ方、生まれて初めて知った。
俺丸ごと口に入れてズワーってやってめってなってたのに、グルメアニメなのかと勘違いしてたわ。まおまおちゃん様あざとい。今期のちゃんになはあちこちで活躍してるな。魔王日朝見てるのか。いやいや、あなたピエロで出演してたよね。遊園地が東京で、帰り道にバーミヤンあって、姫様の母国は千葉県ではないのか。魔界は台東区あたりじゃないのか。今日もひどい拷問だった。さて小籠包を買ってくるか。今季一のりが良い作品じゃないですか。こんなに幸せな時間を過ごせる作品も少ないですね。まおまお可愛すぎるって、世界観もやりたい放題だし、ランドより C 果て笑い、しかも東京って言ってるし笑い。X のツッコミが相変わらず最高。パインジャムには感謝しかないです。今回も X のツッコミがさえ渡ってる。遊園地も出るわで、ディズニーランド、まおまおちゃんかわいい。一緒にプチプチしたい。バカカウチってなんなのよ。毎日やサリアタイ実況派。見た目はあれでも、そりゃ声はオノギーだからかっこいいよ。毎回安心して見ていられる。初期のセクシー要素が強かった時代のエピソードだから、ルーシュと姫様の脱獄話は大幅な改変やカットされそうな感じがしたけど、少しセクハラ要素を抑えたぐらいで割とそのまんまやったのは意外だったな。拷問食という名の託児所になってる。餃子チャーハン麻婆全部のせみたいなところから拷問に弱い姫ができたんだろうな。リアルなおじさんで現実だってなんだよ。シーハランド派とか、日夜サリア大勢だから無理とか、小籠包の食べ方講座とか、全員おかしいだろ。さすがにあんなおっさんには姫様も女としてのプライドは捨てきれなかったか。あちゃ、あの二人、ずっとも過ぎて尊く見える。小籠包、あの食べ方なんだよね。そしてうまい。バーミヤンで楽しい思い出の描写に、ほのぼのした気持ちになった。人気と陽気に遊園地に誘われ、秘密か友情かで揺れる姫様。まあ当然のごとく友情を選ぶ。改めて拷問官のみんな優しいな。まおまおちゃん登場。その可愛さにはずっしりき 100%。小籠包だったり、イケボの助立ちだったり、親バカ魔王様だったり、やっぱり最高か。友に裏切られるとは切ない。そんな悲しい過去を上書きするかのような、良き陰気とのかけがえのない時間が尊い。まおまおちゃん可愛すぎて、姫が口を割るのも納得。助けに来た騎士は不憫だったが面白かった。そして密かに少女漫画に憧れる姫。ギャップが可愛い。小籠包って数えるほどしか食べたことないので、今回のうまい食べ方で食べてみたくなりました。魔王様、日夜サリア大勢とはさすがです。脱出のチャンスもいろいろと台無しでしたが、まあ仕方ないですね。監禁してる相手を純粋な行為で遊園地に誘うないくな。魔王の小さな娘まおまおちゃんによる一生懸命に頑張ったプチプチ拷問に落ちちゃうのはまあ仕方ないね。久しぶりの飯テロでは小籠包の食べ方を教わりました。もうツッコミどころ満載というか、ツッコミどころしかないのだが、まおまおちゃんはアウト。魔王様、鉄章ちゃんの他アニメでは絶対に聞けないセリフもやばい。そして今週のパワーワードはバカが落ちで決定。どこまで笑わせてくれるのか楽しみ。遊園地を楽しむ姫様たち。父ちゃんもお土産たくさんだ。ランドとシーのある世界。東京って言った。小籠包を決めるチャイナ服の父ちゃん美しい。まおまおちゃんも可愛いよ。しかし今回は初心ゆえに脱出できなかった姫様の優勝でした。今回もあの手この手で楽しかった。友達と遊園地に行かせてもらえる時点で監禁とはとなったし、今回の X のツッコミがいちいち正論で面白かったです。そして一生懸命なまおまおちゃんが可愛くて癒されました。あとルーシュがイケボに似合う容姿だったらあのまま脱出できたかもしれないと思うと面白い。まおまおちゃん様のプチプチの拷問が可愛かったです。小野大輔さんのルーシュの声がイケボすぎた。この時間に姫様がバカ顔しながら小籠包を食べてるのを見ると自分も食べたくなりました。バーミヤンらしきお店も出てきたりと今週も面白かったです。姫様、もうナチュラルに遊ぶ約束してて笑った。助けに来てくれたやつの正体、いろんなパターンを想像してたんだけど、
あの感じは予想外だった。どっかで見たことあんだよな。ってあれ、退場しちゃったぞ。日朝好きな魔王かわいい。もっと好きになった。まおまおちゃん様登場。拷問の内容も所作も、日高里奈さんの声も、全部可愛い良いキャラクターだったな。ヨッキちゃんとインキちゃんとの遊園地も、汁たっぷりの小籠包も拷問レベルが高い。リアルな白馬の王子様に幻滅するオチも面白かった。遊園地に行きたかったからではなく、陽気達との友情に応えたかったから屈した。ということにしとこう。魔王の娘まおまおちゃん。この可愛さには誰でも屈する。チャイナドレスは人類の宝。おっさん顔の騎士、小野大輔さんの声と全然合ってねえ。笑い。姫様が男慣れしてなくてほ。陽気と陰気の純粋な友情にほろっときたところで、ついに登場まおまおちゃん様、めちゃくちゃ可愛いぞ。ここまですごく良い話で来てたのに、白馬の騎士ルーシュブリタン登場で大笑い。ルーシュ、お前は何も悪くない。悪くないんだよ。遊園地へのお誘い、幼女拷問館エトセトラ、姫様を襲う苛烈な拷問。そんな中、白馬の騎士の救出が、幼少期の姫様不憫や、まおまおちゃんには勝てんと、負けて仕方なしと思わせてくれる絶妙な塩梅が良いね。食べ物ネタを挟むタイミング含め、ベタだけど飽きさせぬうまさが。拷問用の友情だと姫様は理解している。けれども現状を整理していくと、魔王軍がそんな策略を練っているとは考えにくい。友と遊んで、まおまおちゃんとじゃれ、至高の一品を贅沢に味わう。姫様が話した後の部分は、もう少し描いてほしいかな。相変わらず、お互いに決着つける気がなくて草。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や解釈を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。